皆さん、こんにちは。オールジャンルオタクシンガーソングライターの高橋多門です。いや、冷めやらぬなという感じですね。冷めやらぬな。もう朝起きた瞬間からですね、むにゃむにゃと寝てるわけですよ。はみたいな感じですよ。もう昨日までのことを思い出してですね。もう冷めやらぬみたいな感じでした、今日の朝も。なぜ僕がこんなに冷めやらぬ、冷めやらぬと言ってるのかというとですね、昨日、一昨日先おととい、僕はこちらのイベントに行っておりました。日本最大のポップカルチャーの祭典、東京コミコン2023です。に、行ってまいりました。もうまだかけてんのかいって、3デーパスまだかけてますね。もうそんぐらい冷めやらぬわけですよ。もうね、初めてのコミコンだったんですけど、もうコミコンってね、僕北海道にずっと住んでて、その時はもう東京でずっと開催しててね、今年から大阪でも開催ですけど、ね、見ててさ、ずーっと北海道行けばいいんだけど、でも、なかなかこう行くのも難しいような日々が続いてたのもあって、この数年間行けないわけですよ、北海道にいたら。東京コミコンの日は、もうね、ハリウッドスターたちと、もう名だたるハリウッドの名優たちとですね、ファンが直接このぐらいの距離で写真撮ってるわけですよ。それがこう SNS にブワーッと流れてきて、僕はそれを見ながら、くそ、いいな、いいな、いいなって思い続けて、早何年ですか？何年かな？もう、いよいよ、僕にもその番が回ってきました。何せ僕は去年上京してきたんで、行けるんですよ、東京コミコン。いや、よかったね。行ってよかったね。もうほんとに、詳しくは東京コミコン2023について語っている、YouTube にね、ユーチューバーの方々の動画とか全然あるので、そちら見てください。もうどんな感じだったのか、実際のね、公式が動画とかも上げてるので、それぜひ見て欲しいんですけど、僕個人の感想としては、僕は初日から行って、なんなら前日からね、幕張メッセまで、この 3デーパスを引き換えるために、もう当日、もう大混雑が予想されたから、引き換えるために幕張メッセまで行ってですよ、1時間半ぐらいかかんのかな。行って、うん。で、あの、そしてですね、幕張メッセで、交換して、で、なんかこう、海浜幕張駅から幕張メッセまでのこう最短距離みたいなのが Google マップで表示されるんですけど、僕も幕張メッセには何回か行ったことあって、東京ゲームショウとかね、で行ったことあるんですけど、その、あるわけですよ。なんかこう、ちょっと、なんていうの、歩道橋みたいなところをずっと渡っていくと行けるみたいなのあるんですけど、絶対この道混むなと思って、違う道探しに行って、こっちからの方が実は最短なんじゃないかみたいな道を探してですね、入念にリサーチしてこの3日間臨んだわけですけど、いや、マジでやばかった。うん、ステージに名だたるスター、登壇するわけですよ。今回だったらちょっと読み上げようかな。今回登壇スタだって。来日したスターはですね、まず、ベネディクト・カンバーバッチ。やべえ。最初からやばいですね。トム・ヒドルストン、マッツ・ミケルセン、ユアン・マクレガー、ナタリア・テナ、クリストファー・ロイド、ポム・クレメンティエフ、エヴァンジェリン・リリー、テムエラ・モリソン、ダニエル・ローガンですよ。すこれ、このメンバーって、今言ったメンバーって、すごすぎですよ。もうだって、普通に結構予算かかってるハリウッド映画でも、このメンバー揃うことないんじゃないかっていうようなメンバーですよね。もう本当に、なんだろう、本当アベンジャーズエンドゲームレベルの、実際エンドゲーム出てる人めっちゃいますけどね、この中のメンバー。レベルの作品じゃないと、集まらないようなメンバーが、もう目の前にいるんですよ。うわ、すげえと思って。でもなんかこううわーって入場してくる、うわーって入ってくる時もすげえと思うんだけど、普通に立って、例えばもうすごい並びだったんですよ。ユアン・マクレガー、トム・ヒドルストン、マッツ・ミケルセン、ベネディクト・カンバーバッチみたいな、左側に並んでる4人が、なんかこう、なんかこちょこちょ喋ってるみたいな。
それ見た時、うわ、実在するんだって思いましたね。もう本当、今回のメンバーやばい。僕だって、本当にここに出てる人の作品、もう全部好きだもん。全部好き。スター・ウォーズ好きでしょ？ハリー・ポッター好きでしょ？で、マーベル大好きじゃん。うん、大好きじゃんって言われても、あ、そうなんですかって感じだと思うんですけど。もうやばいよ、本当にやばかったですね。中学生の時の自分に教えてあげたい。中学生の僕は、ボバフェット大好き少年だったんですね。で、スター・ウォーズエピソード2、初めて映画館に自分のお金で行った映画がスター・ウォーズエピソード2だったんですけど、そこでもう、ジャンゴ・フェットと、幼いボバフェットと、で、オビワン・ケノービの雨の中の惑星カミンドでの戦いですよ。あのシーンを見て、うわーって思ってたわけです、映画館で。そのメンバーが今目の前にみたいな。やばいな、やばいなと思って、3日間過ごしたんですけど、まあ、何がやばいって、もうこれは何も事も変え難い経験なのでいいんですけど、ちょっとお金使いすぎてやばいなっていうのも、いくら使ったかな。だって僕、入場券ね、投資3日間入場券、もうこれだけでも結構な額で。でもって、今回スタートの撮影のチケットも買っちゃってですね、僕はマッツ・ミケルセンとユアン・マクレガーと撮影してきたんですけど、ちょっとまあ、この辺に今出てる多分出てると思う。ちょっと僕だけじゃないんで映ってるのが、ちょっとトリミングした状態で映ってるかもしれないんですけど、あの、信じられますか？この絵面。やばいですよね。本当に。で、それだけでは飽き足らず、まあ、いっぱい買っちゃうわけですよ、グッズも売ってるの。東京コミコン限定とか、東京コミコン先行発売とかそういうグッズも売ってるから、もう買いますよね。普通なんかリュックサック1個で行ったんですよ。あの、サバゲーで背負うような大容量のリュックサックを持って行ったんですけど、そのリュックサックもう入らなくて。で、なんかブースでね、いくらずつ以上買ったらもらえるみたいな、でっかいこう紙袋、しかもそれも紙袋でビニールでできた、なんかなんていうの、ショッパーっていうんですか。もうそれも背負えるタイプだから、前にこうつけて。もうこんなの本当に、もう人4人分ぐらいの幅を取って、こうやって歩いてましたよ。買いすぎて。ね。で、その興奮冷めやらぬうちに、せっかく買ってきたね、おもちゃをですね、紹介しようと思って、僕はそのおもちゃの紹介を最近 YouTube の動画にね、あの、僕一応ミュージシャンなんですけど、音楽の動画よりもおもちゃの動画とかの方が多いんじゃないかって感じなってくるぐらい載っけてますけど、ま、これも本当は、本来、今日までに紹介する予定だったおもちゃたちが今ここにいるんですけど、まあ、その東京コミコンあったのと、僕先日ライブがあったんですよ。ライブがあって、半年ぶりのライブだったもんで、ちょっと練習しなきゃなってことで、そっちにこう、ね、自分のタスク全振りしてたから、もう溜まってく一方、もう僕はもう完全にミュージシャンモードになって、ギターの練習、スタジオ入って練習したりとかしてるんですけど、もう過去の自分がめちゃくちゃこうおもちゃのね、新作発表、予約開始みたいになるためにもこれも買おう、カチャカチャカチャみたいなやってるわけですよ。これも買おうみたいな。これは、公開するから買おうみたいな感じで、カチャカチャカチャってか買ってるから、どんどん届くんですよ。うわーって。練習終わって、ああ、疲れたなーと思ってギター背負って家帰ってきたら、家の目の前にでっかい段ボール2個ぐらい積んであって、うわーみたいな感じの日々でですね、まあ、溜まってはいるんですけど、こちらも、まあ、この後っていうか、まあ、近々紹介するとして、今日は東京コミコンで購入してきましたこちらの商品を紹介しようと思います。ホットトイズのですね、新作ですね。これは、コミックマスターピースになるのかな。そうですね。コミックマスターピースの、The Amazing Spider-Man です。ございます。ホットトイズエクスクルーシブって書いてますね。これは東京コミコン先行発売という、素晴らしい。言葉出てこない。東京コミコン先行発売。東京コミコンで先に言って、売れ、売れ、在庫がまだあったら、後に、原宿とかにあるホットトイズのね、フラグ
ショップっていうんですかの、トイサピエンスで販売するという。なんですけど、初日、僕これ初日に買ったんですけど、もう初日その買うブースに入るだけで1時間並ぶぐらいの感じで、もう並んでる間にどんどん売り切れていくんですよ。ポスターにね、バーンソールドアウト、ソールドアウトってどんどん貼られてって、やべえやべえと思って。で、これともう一体、アイアンマンがね、ディズニー100周年バージョンの、ムービーマスターピース大キャストのアイアンマンもあったんですよ。もうそれも買っちゃうかなみたいな感じで思って、もう完全に感覚麻痺してるんで、まあいいか、買えば。もう使った分稼げばいいもんなみたいな感じで、そんな大して稼ぐ力もですね、あるかどうか定かではないですけども、その時気持ち大きくなってるから、まあね、買うかみたいな。春日で朝倉さんも言ってたもんな。ね。買って後悔した方がいいもんな。買わないで後悔するよりとか思って並んでたんですけども、運よく手に入りました。スパイダーマン。これ、僕見る限り最終日もあったんで、この後ホットトイズのね、そのトイサピエンスで販売されるんじゃないかなという感じの期待もあり、なので、そのトイサピエンスで販売される時にですね、買う判断の助けになればなと思って、動画撮ろうと思ってます。久しぶりのホットトイズ。前回買ったのが、動画でもご紹介した、アイアンマンのマーク85。うん、マーク85と、その前、ノートかなんかでね、それもレビューしたんですけど、サノス。エンドゲーム版のサノスと、あとは、キャプテンアメリカ。これは紹介してなかったんですけど、などなど買ったんですけど、もうこっちにその上京するにあたって、サノスとか本当にこのぐらい新生児ぐらいの大きさがあって、いや、持ってこれないとか思ってですね、あの辺はもう手放しちゃったんですけど、こっちに引っ越してきてから初めてのマスターピースシリーズです。開けますか？前回85ですね、開けた時は、開け方がわかんなくて、それだけで30分ぐらい動画使っちゃったみたいな滑稽な姿をお見せしたんですけど、今回は開くかな。もうこれ持って帰ってくるのも大変だったのよね。箱傷つかないように。初日の割と最初に買っちゃったから、それ持ったまま移動するんですよ。で、マッツとのサインとかも、これ持ったまま移動してるから。怖かった。黒山の人だかりの中、この箱を傷つけないように。あの、アウターとかでこうぐるぐる巻きにして、クッション代わりに。で、その場で買った T シャツとかでぐるぐる巻きにして、なんとか持ってきたんですけど。あ、開きましたね。スムーズに。開けると、こんな感じですね。おー、じらすね。まだ一層ありました。今回の、このはコミックマスターピースってことで、映画に出てくるような、マーベル・シネマティック・ユニバースの映画に出てくる、スパイダーマンの姿ではなく、原作っていう言い方もあれですけど、コミックに出てくるスパイダーマンをイメージしたという、フィギュアですね。この内箱的なものも取っちゃいます。スリーブ。ドーンと。待てよ。これは、いい。ちょっとこれ別撮りにしましょうか。見えないんでね。こんな感じです。付属品多いですね。非常に付属品が多い印象。カメラとかついてるね。これ。偶然にも同じキャラクターですけど、これ今回のポイントだな。ちょっと、もう開けちゃおう。これ一旦置いて。これね、慎重に行きますよ。よし。今回の、その、スパイダーマン、見どころというかポイントが山ほどあるので、それを一個ずつ紹介していくのなかなか時間かかっちゃうかもしれないんですけど、順番に行きましょうか。ちょっとこの辺一旦片付けて、収入のほとんどを食とおもちゃに使ってます。北海道からやってきたオールジャンルオタクシンガーソングライターの高橋多門です。開けていきましょう。まずですね、本体かなやっぱり。久しぶりのスパイダーマン。
僕、ムービーマスターピースのスパイダーマンは、何体か以前持っていて、アメイジングスパイダーマン。ね。と、それから、スパイダーマンの、あれなんだっけ。これもトイサピエンス限定で、スパイダーマンのイベントをやったとき、あれは2作目だから、ファーフロムホームやった時の、トイサピエンス限定のスパイダーマンを買ったりしてましたけど、今回久しぶりっすね。うん。ああ、なるほど。よいしょ。はい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 。おー、ああ、へえ、なるほどね。なるほど。わかりました。今説明しますんで、ちょっと待ってください。あ、これはそういうことか。ああ、はい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 。なるほどなるほど。これなかなかいいですね。ちょっと待って、取れないな。ハサミ、ハサミ、ハサミ、ハサミ。慎重に、慎重に行きます。よし。およしと。拳が。ああ、なかなか取れないな。よし、これでどうだ。取れません。よし、取れた。おー、おー。なんかスマブラのなんていうの、サウンドテストみたいな感じ。何言ってんだ、俺。はい。いいですね。並んでる時は、ちゃんと見れなかったんですけど、試作品とか、置いてあったんですけど、疑問がすべて解決しました、謎が。ですね、こちらでございます。ちょっと見てこうかな。まず見て、一番最初におっと思ったのは、素材ですね。このスーツの素材が、これ面白い。うん、今までのアプローチとはちょっと違う感じですね。まずここが、この青い部分が、なんていうのかな、ちょっとラバーっぽいようなですね、伸縮性のあるラバーのような素材になっているわけですね。そして、この赤い部分、網目の部分、これがですね、完全に全身タイツの素材と、なっております。つまり、僕が今まで持ってたスパイダーマンは全身がこの素材だったりしたので、こうちょっとね、レトロな感じが味わえると。そして、可動がですね、クリックが入ってるね。カチカチって言いますね。クリック入ってるってこれいい。こういう素材のやつって、僕昔持ってたホットトイズのバットマンがまさにそうだったんですけど、ティム・バートン版のバットマン。カチカチすぎて、腕が曲がんないの。戻っちゃうの。こうやってポーズ取らしても。次の日の朝には、こう、ファイティングポーズ取らしてる、バットマンに。そしたら次の日の朝に、あ、戦い終わったのかなみたいなポーズになってたりしたんですけど、今回クリックが入ってるから、クリックっていうのはその関節のところにカチカチカチっと、なんていうんだろう、ラチェットみたいな、なんていうんですか、入ってるから、ポーズがそんな簡単に変わらないですね。これはいいぞ。しかも縦にも入ってるな。横、足開くのもクリック、前にやるのもクリックが入ってます。で膝とかは普通ですね。ちょっと怖いな。ギシギシ言う。これ、そのクリックが入ってるからいいとも言えるし、クリックが入ってるから、ずっとその形で固定されるから、癖ついちゃうっていうのもあるだろうね、スーツに。気をつけないとね。肘も、まあ普通は結構曲がるね。で、お手手はですね、さすがに布ではないです。ここはもう普通にプラスチックですね。足がいいですね。ここがプラスチックのパーツになってるんじゃなくて、ちゃんとここまで、この先までタイツ素材になってます。で、つま先は可動があるのかな、あるっぽいけど、ちょっと怖いな。あるっぽいです。
あ、ある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 。つば先も可動ありますね。で、スパイダーマンといえばやっぱ気になるのは胸のマーク。胸のマークと背中のマークは、アニメのシリーズとか、漫画のコミックのね、あの感じに近いですね。多分、腰も曲がるんだけど、ちょっと怖くて曲げられないな。あんま硬い感じで、なんか、ゴキっていきそうでちょっと怖いです。首、顔も全部タイツで覆われてる。いい形ですね。首は、多分ここにも関節入ってると思うんだけどな。うん。わかんないけど、ここは動きますね。ちょっと他のレビュアーさんのやつ見てみようかな。今回の何と言ってもポイントの一つは大きな目。して、ここがミラーの素材になってるね。部屋汚いのバレちゃうかな。いいですね。ピカピカ光って自分の顔が見える。です。で、これが本体と。今回の魅力はですね、付属品の多さなんじゃないかなと僕思ってまして、まずは何から見ていこうかな。こっちからにしようかな。まずは、交換用の目ですね。目のパーツは取り外して交換することが可能です。入ってるのは3種類。これは全部、さっきみたいなミラーではなく、これは何だろう。ミラーっぽく、キラキラーっと反射する感じではなくてですね、銀色なんだけど、銀色に、なんかね、網目みたいのがプリントされてるんですよね。見えるかな？別撮りしてみよう。こういった感じで網目が見えますね。これプリントだと思います。びっくりというか通常ちょっと目を細めて、なんかテンション低めの感じですね。で、これはちょっと後で付け替え方は見ます。次、ハンドパーツ。ハンドパーツ多いね。ハンドパーツかなり多いですね。ちょっと気になるパーツがあるな。これなんだろう。あ、なるほど。そういうことか。ハンドパーツ、多いですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9。9で、この手が一組、この捕まってるような、張り付いてるような手が一組、それから自然と手をこう開いてるパーツが一つ。これなんだろう。なんか左右非対称の手があるね。こういうのとこういうのとね。で、なんかオロチみたいな感じの手があって、あとはこれ、ウェブが巻きついてる手があって、これいいな。これ新しいな。こういうの今まであったっけ？あとは握り手っていうか、持ち手、ですね。そしてウェブシューターがついてる。ウェブシューターは原作通りで手首にはめるタイプですね。で、多分このパーツが、その、ウェブシューターから、ウェブが出ている形のパーツ、付け替えパーツだと思います。これも今まであったのかな？最近スパイダーマン買ってないからわかんないけど、ちょっと僕が今まで持ってたスパイダーマンではなかったパーツですね。こういった感じです。こういった感じですね。で、その気になるパーツっていうのが、これなんですけど、多分、後で説明書見ますけど、こういうことなんだろうな。こういうことなんでしょうね。で、このパーツの、ほら、やっぱり、ここが、ここの部分がですね、付け替えれるようになってるんだと思います。ちょっと後で説明書を見てみるので、また、後ほど。そして、次なる付属品が、スパイダーマンがここに、トム・ホランド版のスパイダーマンね、一作目ついてましたけど、なんか、スパイダーマン、初期のスパイダーマンって、ムササビみたいな、ここに膜張ってるんですよね。
それがついてるので、多分磁石でここにつけれるんじゃないかな。これも後で説明書見てみようかな。で、スパイダーマンはね、すごいすごいすごい。スパイダーマン、ピーター・パーカーとしては、カメラマン、デイリー・ビューグル紙にカメラで写真売ってるんですけど、写真売ってるカメラマンなんですけど、そのカメラパーツ、自作自演してるわけですよ。スパイダーマンの姿を、活躍を写真撮って、それを、新聞社に売るという、すごい効率のいい稼ぎ方ですよね。やってるというわけで、カメラパーツ、いいですね。すごく精巧にできてる。しかも、ちょっとレトロな感じですね。デジタルカメラではない。フラッシュでかっみたいな感じのカメラです。そして、ウェブパーツが、ウェブエフェクトがたくさんついてますね。ウェブエフェクト、1、2、3、4、5。長いのが2本、短いのが2本と、ぎゅっと握り込んだような形になっているのが1本とあります。さらに、いい形。これさっきの多分、手にぐるぐる巻きついた、ウェブエフェクトがぐるぐる巻きついた手と組み合わせるんだと思うんですけど、これいいですね。ギュッと握って、こう、ロープみたいな感じで、ちょっと余ってる感じのエフェクトが1本。そして、それぞれの先端に取り付けることができるんだと思います。こう、蜘蛛の巣がバシュッと開いた、先端用のパーツですね。でもって、こっからがね、今回の特色だと思う。まず、これ土台ですね。ベースなんですけど、ただの黒一色のベースではなく、コミックのね、イラストが描かれてます。いいね。ちょっと別撮りしよう。コミックのね、一コマが描かれてるんですけど、セリフも入ってる。これひっくり返して、ここ、宿敵グリーンゴブリンがいますね。いいですね。そして、この辺は、それに差し込む支柱ですね。そして、フレキシブルピラー。これフィギュアを支えるやつなんですけど、自由に曲げれるフレキシブルピラーが入ってます。で、フレキシブルピラーにくっつけるクリップ。これでね、スパイダーマンの腰を固定して、宙に浮かすポーズもできると。これドライバー必要なんで注意してください。ここね、ネジになってます。あとは、替えの手首用の関節パーツです。あ、なんかいろいろついてるな。これは何だろう。何に使うのかわかんないけど、後で多分出てくると思う。そして説明書。説明書はセロテープでくっついてるので気をつけてくださいね。僕はもう切っちゃいます。よいしょ。説明書、意識。あと、なんか 3M の両面テープが入ってるな。何に使うんだろう。ちょっと開けてみましょうか。3M の両面テープと、やばい。フィット。説明書。多分この説明書に関節どこまで曲がるかとかも丁寧に書いてるはずなので、見ながらいじくっていきましょうか、後で。そしてですね、さらに、今回の本当の目玉だと思うんですけど、こうね、土台につける、このロゴとかついてるんですよ。これめっちゃいいね。めっちゃいいじゃん。スパイダーマン。The Amazing Spider-Man。選べるのかなして、これはなんて読むのスイップみたいな。効果音。いい。これはコミックならでは。コミックマスターピースならではですね。そして、この辺は、組み立て式なんだけど、多分、後でわかる。ビル群とかかな
でですよ。今回のさっきからこの言い方ばっかり。購入のね、もうきっかけというか、もう決め手になったのが、これ。見える？これ、見てください。グリーンゴブリンついてる。あ、全然ピント合わねえや。別撮りしよう。これ、グリーンゴブリンちっちゃいけどめっちゃよくできてる。めっちゃよくできてるな。両手にパンプキンボム持ってるし、このカバンの感じとか最高。僕、グリーンゴブリンすごい好きなんで、これついてるって嬉しいなと思って買っちゃいました。さて、組み立てますか。組み立てちゃいますか。ちょっとお片付けですね。その前に、どこがどう稼働するのかっていうのをちょっと見てみようかな。まず、説明書を順番に見ていくと、目の交換仕方が書いてます。目はマグネット内蔵なので、適度に移動させるみたいな。下にずらすみたいなことが書いてます。角に力を加えないでくださいって書いてますね。角と適度がわかんないけど、はいはいはい。取れました。どのぐらいの力かというと、そうだな。そうですね。なんか肌になんかできてるなっていう時のぐらいの触り方をするといいと思います。すると取れます。そうして、えー、がん、え差し替えを眼部パーツで取り替えてみますか。まずオーソドックスなやつかなに付け替えてみる。付けるのは多分磁石だから、こう乗っけるだけでパチッといけるんじゃないかな。はい。はい、こんな感じで。いいですね。うん。ちょっとなんかアメイジングスパイダーマン2っぽくなったな。で、ちょっと注意が必要なのは、布なんでね、ここが、目のパーツ尖ってるんで、ここ、引っ掛けたら破れます、最悪。破れないにしても、ここピーンってあの、繊維出ちゃうかもしれないから、それだけ気をつけたいですね。で、顔のパーツ、眼部パーツが、いろんなパーツがあるから、右と左で違うものをつければ、ちょっと表情のある顔。ほら、みたいな顔もできるわけですね。いいね。これ、いいですね。素晴らしいです。ちょっとここは、せっかくなんで、今回の特徴の一つでもある、メタリック塗装の目をつけておこうと思います。はい、次。腕部の稼働について、腕部は、ここが100度まで行くと。100度だから、ここまでかな。ここまで動きます。これより上には動かさないでくださいってことですね。ここまで行きます。で、クリック可動がいいですね。今気づいたけど、結構筋肉質なのがいいですね。なんというか、90年代っぽいですね。90年代、80年代の感じの筋肉質な、スパイダーマンのコミックの感じが出てると思います。そして、手首が120度。手首じゃねえや。肘が120度まで。このぐらいかな。このぐらいまでいきます。これ以上行くと危ない。で、普通に、なんていうのかな。シームレス関節ではなく、中にプラスチックの関節がちゃんと入ってる感じなので、劣化とかもあんまないんじゃないかなと思います。で、足がですね、前に80度。80度。どのぐらい？このぐらいかな。ちょっとこれ以上行くと怖い。80度だからもう一段階いける気がするけど、ちょっと突っ張ってる感じがするので、このぐらいにしといた方がいいかもしれない。うん。この辺までですね。突っ張ってる感じがかなりしますね、足は。怖いな。このぐらいまでしか、結構足は浅めの方がいいかもしれないですね。です。で、膝が120度。だけど、ここもやっぱ怖い。ギシギシ言ってる、これ。怖いので、このぐらいにしときましょうか。です。と。あとは、足首左右、前後左右と。
つま先がいかにも動きそうな感じで分割線入ってるんですけど、ちょっと硬いですね。こうは行くけど、こうは行かない感じ。行くのかな？ちょっと怖くて動かせれないです。腰の可動に関しては、一応可動するけど、特に記載はないですね。怖いのでこのぐらいにしときましょうか。ムービーマスターピースもそうなんですけど、このマスターピースシリーズは、一応アクションフィギュアではありますが、僕的にはあんまりアクションさせない方がいいんじゃないかなって毎回思ってます。アクションさせたいんだったら、SH フィギュアーツとかを買った方がいいです。まあ、サイズは半分なんですけど、このホットトイズのマスターピースシリーズは、実際のね、この映画の生地感とか、なんていうの、プラスチックじゃなくて布でできてる、ああいう生地感とかを楽しむのがメインかなと思ってるので、稼働よりも。なので、まあ、あんまり動かして遊ぶもんではないかなと思ってます。ちょっとね、簡単なポーズつけさせるぐらいかな。特にこういう全身タイツ覆われてるヒーロー系は、関節が見えないから、どこがどう動くのか怖い。わかんなくて怖いですよね。はい、次。ウェブスイングについてじゃねえや。スパイダーウェブについて、スパイダーウェブシューティングは画像 A の発射部と画像 B のウェブシューターを取り付けることができます。なるほど。ちょっとやってみようか。さっき僕が言ってたハンドパーツのことですね。これの、このパーツの、ここが取れると。取れる。どんな感じで取れるのかがちょっとわかんなくて怖いな。ピンで3つで止められてるんだけど、ここ、内側、裏側見るとね。クリアパーツなので、破損が怖いっすよね。こっちは、もともとついてる方はクリアパーツじゃないっぽいんだけど、なんか妙な粘りがあって取りづらいです。怖い。クリアパーツってどうしても普通のパーツよりもね、普通の素材よりも破損しやすいので、劣化もしやすいし、ちょっと怖いですね。なぜクリアパーツにしたのかわからない。クリアじゃないのに別に。結構しっかりついてる。怖い。指のここに干渉してパカっていかないんですよね。取れた。取れました。取れました。うん。で、取り替えてみよう。外すの怖いね。外すときがちょっと思いやられますな。はい、つけると、こんな感じですね。これだけ見ると何のこっちゃわかんないですよ。実際に装着してみますか。ハンドパーツは、今回内側に、このね、布が入り込んでる形になってるんで、慎重にやらないと、関節のところぐちゃぐちゃーってなっちゃうかな。ほら、ほら、あららって言っちゃったけど、スポーンと取れました。まさかこっちが取れるとは。まあまあ、帰っていいのかな。昔、同じくマスターピースの、ムービーマスターピースの、ジョーカー、ジャック・ニコルソン版のジョーカー持ってたんですけど、あのジョーカーも同じような感じで、ジョーカーの肌が白いのを表現するために、タイツついてたんですよね、ここに。タイツみたいな感じで覆われてたんですけど、それ一回外しちゃったら戻りづらかったんで、今回もその感じかなと思ってちょっと不安だったけど、スポンと取れましたね。で、ウェブシューターが、これ右左あるみたいです。右左ってさ、こういう時の右左って自分から見て右なのか、右左なのか、おもちゃから見て右左なのかってわかんなくならないですか？多分おもちゃから見てなんだと思うんだけど、これは L だから、こうですね。多分ね、ピタッとはまる形になってるはずだから。で、おどうするのが正しいんですかこれ。あ、なるほど。間違ってました、僕。これをつけるときは、これいらない。ウェブシューターいらないみたいです。
これをつけるときは、やっぱなってるわ。タイツ内側入り込み問題、やっぱ起こってるわ。これ気をつけてください。皆さん買うとき。これは、ちょっとタイツを、おそらくめくった状態で、この、ジョイントね、関節部分をつけて、タイツを戻すがいいと思います。戻して、そして手首をつけると。はい、こうでした。この時は、ここには特にシューターつけないらしいです。つけなくても、ここに開口部があるので、ここにエフェクト差し込めるよって書いてました。エフェクトね。ここに差し込んで、遊んでねって書いてますね。こういうことですね。うん。で、もしくは、今度は先端だけ取れたらよかった。もしくは、こうですね。さっきの何もない、ついてない手のひらパーツに取り替えて、ウェブシューターをつけて、これはお好みでどうぞお選びくださいってことだったんですね。ウェブシューターをつけて、ウェブシューターはね、ちょっと軟質素材でできてるね。なので、あんま壊れたりとかしなさそうで安心ですね。つけて、よいしょ。こんな感じね。つけて、そこにエフェクトさせますよという風になってます。いいですね。この感じ。片手だけつけてると東映版スパイダーマンみたいに見えますけど、いいですね。長い方のエフェクトには、先端にこのクモの巣のパーツが刺せると。特に方向とかはなさそうなんで、刺せるけど、あんま深く刺さない方がいいかも。こうなりますと。そして、このクモの巣が巻きついてる握り手。これは、あまり見たことないなーって言った、この形のパーツと、もう一個、組み合わせることできるらしいですが、ちょっとこっちにしてみよう。これを上からと下からと差し込むと。面白いですね。アイディアですね。上下から差し込むと、いいじゃん、これ。めっちゃいいじゃん。めっちゃいいじゃん。めっちゃスパイダーマンっぽい、この感じ。こう、なんていうの、手に巻きついてる感じ再現できるのいいですね。そしてウイングかな。ウイングが水平に持ち上げて、これもね、多分左右あるっぽい。どこに作って明確に書いてないから、当てながらね、磁力を感じてください。皆さん。マグネットパワーを感じながらつけるのがよし。ですね。いい、いい。シューみたいな。シューみたいな感じでいきますね。そして、カメラ。カメラは、専用のシャッターをグッと押すための手がついてる。今回このカメラにどれだけ力入ってるかっていうことが感じ取れますね。で、ちょうどシャッターのところに人差し指が来るようにすれば、いいじゃん。めっちゃいいじゃん。できますね。うん。めっちゃいいじゃん、これ。さて、次、説明書裏側行きます。グリーンゴブリンのミニフィギュアの取り付け方が書いてました。そう、グリーンゴブリン取り付けれるんですよ。今回の、これ。いろいろパーツを選んで取り付けてくださいって書いてるんだけど、順番に行こうかな。ここね、多分、ペリペリって剥がせる保護用のシートついてるけど、ちょっと怖いからこのまま剥がさないでやります。傷ついちゃったら嫌だからね。まず、フレキシブルピラーを、
なるほど。ここのキャップを外します。まず上にキャップついてるんで、これを外して、外れました。キャップなくさないように。僕みたいに落とさないようにしてくださいね。キャップ。はい。キャップです。で、このスパイダーマンをぐっと押さえるためのね、クリップなんですけど、これ、さっきも言いました通り、ここで、これね、必要になってきます。これ便利です。このドライバー、100均で買いました。ここにネジがついてるので、緩めないとピラーの方が傷つくんですよね、これ。こう入れてください。そして、グリーンゴブリンがどうするの？専用支柱とクリップ取り付け。さっきのこれか。これだ。これがグリーンゴブリン用の支柱なんだって。さあ。これと、これ、これ。ここに穴があるね。差し込んで、はい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 。で、これをさっきのピラーに、こっちもネジだ。緩めてください。はい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 。こういうことね。ここで、さっきのこの謎のパーツを上につけるパターンと、これも入れちゃうというパターンと、好きな方を選んでくださいって書いてます。でこれが何かというと、ここにさっきの 3M の粘着テープをつけて、その粘着テープで、このロゴとかのプレートをつけてくださいって書いてます。むずい。ちょっとじゃあそれは置いといて、このね、このビョイーンと出た、これが、なんと、これもまた、フレキシブルパーツになってるらしく、曲がるそうです。曲げてみましょう。結構硬いけど大丈夫か？スプーンを曲げるときのような感じで、優しく、はい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 。針金ですね、早い話。です。これ、針金ということは、あんまり変な力をかけたいとか、何回もやると、何回もグイグイ曲げると、折れますね。気をつけましょう。で、ここの先端にグリーンゴブリンを取り付け可能と。こういう感じですね。で、スパイダーマンとスケールは全く違うけど、こうすることによって、後ろから迫ってくるグリーンゴブリンが再現できるという、このいいですね。なんかビネットみたいな、海洋堂のタイムスリップグリコみたいな感じの動きがある小道具、最高ですね。で、これはちょっと置いといて、ね、バックボードの組み立てについてみたいなの書いてて、それいこうかな。これです。このなんかいっぱい入ってるやつ。なんかね、ペーパークラフトみたいな感じですね。説明書を見る感じだと。ちょっとむずいかもしれない。あと、一回組み立てちゃうと、全く同じようにはしまえないですね。結構入ってるな。結構入ってます。おっと。で、A, B, C, D, E, F, G, H までパーツが入ってて、これが H パーツ。バックボードは8つのセクションで構成され、各パーツに A から H のマークがありますって書いてますね。まずは、どう組み立てろと書いてるかな。画像を参考に A から G 線に沿って、A から G を線に沿って折り、A から G、はいはいはい。これが A です。線に沿って折り、そして取り付け部に差し込んでください。H の取り付け部を上方向に開いて、A から G の底面の取り付け部を開いた H の取り付け部に差し込んでくださいと。なるほど。実際にやってみた方が早そうだな。
裏表あるんで、注意してください。まあ、プリントされてる方が表ということで多分いいと思います。これもね、あんまり乱暴に扱うと多分、組み立てる前に壊れちゃうんで、気をつけた方がいいかも。すげえ真面目だから無言ですけど、いいですよね。今本気でやってるのね。これ、定規とかを当てると簡単に曲がるかもしれないですね。定規をね、こう沿わせてですよ。ここの曲げるところに。で、グイッと曲げた方がですね、いいです。なぜかというと、そうしないとこういうものを変なところから曲がって変な癖ついちゃったりするんですよね。結構これは工作パワーが必要とされる感じです。僕は図工は得意な人間だったんで、運動からっきしダメでしたけど、体育はね、万年、2でしたけど、美術とか、あと技術とかそういうの得意だったんで。なんですけど、世の中そういう人ばっかじゃないのでね、ちょっとこれは、不器用な方にはハードル高いかもしれないです。結構粘りのある素材を使ってるから、パキッと折れたりすることはなさそう。大丈夫そうなんだけど、ちょっと怖いっちゃ怖いですね。細心の注意を払いながらやった方がいいです。できました。いいですね。これはなんていうの、立体感もあるけど、あえてなんていうの、平面感立体感と平面感。3次元、2次元をうまく3次元に落とし込んでいるというか、あえてここずれることによって、輪郭ができるっていうね、どの角度から見ても、これよく考えられてますね。輪郭ができる。素晴らしい。で、これで1個目組み立て終わり。ああ、これ時間かかるぞ。はい。どうでしょうどうでしょうこんな感じですね。おー、なんかすごい。なんかすごいな。なんだろなんかどっかで見たことある。マックのポテトいや、もうちょいいい表現あるだろ。でも、なんかこう、バーってなってる感じ、いいですね。で、これを、そっか、この台座の上に乗っけるんだと僕思ってたけど、下に置くんだ、こうやって。こうやってね。うん、で、先ほどの、こうやつを取り付ける。取り付けるとき、ここネジになってるんで注意してくださいね。ぐるぐるっと。で、スパイダーマン。お、なんかちゃんとポーズつけたいけど、とりあえずスタチでいこうかな。おいい感じ、いい感じ。これどれつけるかなどれがいいかなはーい。どうでしょうちょっと曲がっちゃったかなこれ、今ちゃんと前景お見せしますんで。前景こちらです。でもめちゃくちゃいいな、これ。なんというか、レトロな魅力に溢れたスパイダーマンっていう感じがして、すごいいいですね。めちゃくちゃいい。この二次元感というか、三次元との融合感というかが、このコミックマスターピースだからこそできるっていう感じのね、このビネットがいいですね。後ろのグリーンゴブリンも可愛いですね。なんかこれだと、ほんと照明もそうだし、これだとほんとその日の気分でディスプレイ変えたりもできるからすごいいいんじゃないかな。ちょっと夜っぽい感じにしてみました。どうでしょう。いいね。すごいいい。すげえいいです。これ買って正解だったな。マジでおすすめできる一品だと思います。アイアンマンに比べて、まあちょっとコミックマスターピースってことで地味さは否めなかったんですけど、すごいいいですね。まあアイアンマンの方買ったらそっちはそっちでいいなーって言ってたと思うんですけど。
ということで今回は、東京コミコンの先行発売、アメイジング・スパイダーマンのコミックマスターピースをお届けいたしました。いかがでしたか？東京コミコン、来年も開催決定して、大阪コミコンも日にちまで発表になって、めちゃ楽しみです。皆さんもね、ぜひ東京コミコン、大阪コミコン、して限定グッズもゲットしてください。絶対に、なんていうの、人生であるかないかの経験できるからね、おすすめです。では、チャンネル登録と高評価と、いただけましたら、私またおもちゃなど買いまして、こうやってご紹介できると思いますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。では、さようなら。